falling to pieces in my room. Are you coming over? That's cool. I could use a little something to do. 皆さんこんにちは、夏美です。バルセロナでもマドリードでもないもう一つのスペイン。知る人ぞ知る魅力あふれる街セビリア。一体どんな景色が見れるのか覗いてみましょう。日本から直行便はなく、今回はドイツ経由で約19時間ほどかけて到着しました。ではセビリア旅行スタートです。セビリアはかつて大航海時代に世界とスペインをつなぐ重要な貿易都市として栄え、アメリカ大陸から金や銀などさまざまな品がこの町に集まっていたとされ、当時のセビリアは今でいうニューヨークのように世界中の人々や情報、富が集まる場所だったと言われています。この後の街歩きに備えてまずはランチタイムです。大きなガジュマルの木が印象的なレストランに来ました。観光客は私たちぐらいで地元の人に愛されているレストラン。姉のセレクトで何品か頼んでみました。お昼からお酒もいただいちゃいましょう。旅の楽しみはその土地の味に出会うことです。ヨーロッパはとにかくじゃがいも料理が本当に美味しくて外れがなし。味付けも美味しくて大満足でした。お土産通りを通って観光開始です。セビリアはスペインの南に位置するため気温がかなり高く、この日は5月でも36度でした。湿度は低いですが、風通しのいい麦わら帽子は必須です。街をのんびり散策。どこを歩いても素敵な景色が広がっています。さすがに暑すぎるのでジェラートを食べて熱を冷まします。どうやらこの街で人気のジェラート屋さんのようです。2種類のアイスをたっぷりと乗せてくれました。家族で一人一つはさすがに多すぎるかなと思いましたが、暑さのあまりすぐに食べきってしまいました。なんだろう、広場みたい。本日の旅の目的地セビリア大聖堂にやってきました。ゴシック建築を代表する建物の一つであり、世界最大級のゴシック様式の大聖堂としてユネスコ世界遺産に登録されています。もともとこの場所はイスラム王朝が支配していた時代に建てられたモスクでした。そのため今もモスク時代の名残が随所に残っています。キリスト教勢力が町を取り戻した後、その勝利や町の繁栄、そして神への信仰を象徴するため、当時としては驚くほど壮大なスケールで建設されたそうです。有名な言い伝えとして建築を決めた人々は、後世の人々が私たちは正気ではなかったと思うほど壮大な教会を建てようと語ったと伝えられています。600年以上前に建てられたとは思えない圧巻の美しさ、当時の技術で生み出したとは思えない細やかな装飾は本当にお見事でした。大聖堂の外には馬車が。こんなところを馬車で回れたら楽しそうですね。
19時半でもまだこの明るさ、一日が長くて得した気分になります。橋を渡ってから見る黄金の塔が綺麗だとおすすめしていただいたので、散歩がてら行ってみることに。黄金の塔が見えました。この塔は13世紀にイスラム王朝によって建てられた見張りの塔で、黄金の塔は昔、塔の外壁が金色のタイルで輝いていたことから名付けられたと言われています。さてと、街歩きの後は景色が綺麗なレストランで一休み。知り合いがイカスミパエリアが美味しいと言っていたので頼んでみました。見た目のインパクトとは裏腹に優しい味わいで濃厚なイカの旨味が広がる絶品でした。夜の9時でもこの明るさ、そしてみんな夜まで元気ですね。ご飯を食べ終え、辺りも暗くなってきたので今日は宿に戻ります。おはようございます。2日目になりました。2日目の朝から訪れたのはラス・デュエーニャス宮殿。まるでモネの絵に迷い込んだかのような美しい宮殿。この宮殿は15世紀後半から16世紀にかけて建てられ、セビリアを代表する歴史的な邸宅の一つとして知られています。現在もスペインの名門アルバ家が所有していて、その一部が一般公開されています。特に美しいのがこの中庭。建物にはゴシック様式、ムデハル様式、ルネサンス様式など様々な建築様式が美しく取り入れられており、歩いているだけでも時代を超えた芸術を感じることができました。中庭には噴水やヤシの木、そして色鮮やかな花々が咲き、セビリアらしい穏やかな空気が流れています。公開されている館内ではアンティーク家具やドレスなどアルバ家の豪華な暮らしを見ることができます。階段や外庭までも本当に見応えのある美しい宮殿でした。さて、次の目指す目的地はスペイン広場です。その前にお腹が空いたのでランチタイムに入ります。オレンジの街セビリア。今日はその木陰でスペインの暖かさを感じながらご飯をいただこう。アンチョビとポテトのアパタイザー。見た目も綺麗ですね。牛肉の煮込み料理。そして今日もパエリア、シーフードがたくさん入っていて美味しかったです。今回は行けなかったアルカサルの敷地内を通りながらスペイン広場までまだまだ歩きます。セビリアの街の至るところで咲いている紫色のお花のジャカランダが美しい。どうやら5月から6月の季節に咲くらしく、いいタイミングでの旅行でした。セビリアの代表的な観光スポット、スペイン広場に到着しました。繁栄を描く美しい建物が特徴的で、映画スター・ウォーズのロケ地としても使われた有名な場所です。なんて美しい広場なんでしょうか。
そのスケールの大きさが当時のセビリアの繁栄を物語っています。細かいところまで美しさが詰まっています。何やら向こうの方で盛り上がっているので行ってみましょう。なんと建物の中央でフラメンコが行われていました。笑顔がキュートなこちらの女性の踊りも素敵でほっこり。次に踊るのは周りの観衆から参加する一般の方。即興なのに息が合っていてしなやかで、きっとこの文化が日常に根付いているのでしょう。この光景があまりにも美しくて涙があふれそうになりました。街の憩いの場のスペイン広場、素敵な時間を過ごすことができました。時間ができたので行きたかった古着屋さんに来ました。 Y2K アイテムがたくさん揃っています。姉氏が可愛いワンピースをゲットしました。街をブラブラしていたらあっという間に夜ご飯の時間にアジアンレストランに来ました。サーモンとアボカドのお寿司、なぜかサービスしてもらったイカの唐揚げ、イベリコ豚のステーキと焼きうどん。いろいろ頼みましたが全部当たりで美味しかったです。2日目の最後にやってきたのはセルビアのシンボルマーク、メトロポールパラソル。世界最大級の木造建築物でキノコのような形をしているのが特徴です。夜はライトアップされていてとても綺麗でした。夜の10時半でもアイスクリーム屋さんには人が並んでいるくらい眠らない街です。今日はたくさん歩いて疲れたので宿に戻ります。3日目になりました。今日のファッションはアクセントにスカーフを使ってみました。3日目は教会からスタートです。至る所に教会はありますが、どこに行っても繊細な装飾が美しく、教会によってテイストも異なり、見るだけでも楽しめます。色鮮やかなタイルが特徴的なカサ・デ・ピラトス。中庭はピンクの壁と鮮やかな花々がマッチしていてとっても可愛い。現実世界とは思えないほど美しいです。よかったね。どっちかにしないでどっちも。
見どころの一つでもある大階段。壁一面にはタイルが並び、まるで映画のワンシーンのようです。スペインらしい鮮やかで美しく見応えのある宮殿でした。ビストロに入って少し休憩を取ります。お昼から飲むお酒は贅沢な気分を味わえます。つまみにミニバーガー、小さくて可愛かったです。フラメンコ博物館にやってきました。スペインの代表的な伝統芸術のフラメンコ。実はその発祥地はセビリア。館内ではフラメンコの歴史や衣装を見ることができます。フラメンコショーもやっているそうですが、今日は予約が取れなかったので別の場所で見ることに。フラメンコを見るまで時間ができたのでカフェタイム。お目当てはセビリアグルメのチュロス。スペインのチュロスは日本のものより甘さ控えめで、生地そのものにはほとんどお砂糖が入っていません。そのため濃厚なホットチョコレートにたっぷり浸して食べるのが伝統的なスタイルです。甘さがちょうどよくとっても美味しかったです。フラメンコ劇場に来ました。会場は思ったより大きくゆったりと鑑賞ができそう。歌、ギター、踊りが一体となった伝統的なフラメンコを間近で楽しめます。1時間本格的なフラメンコを楽しむことができました。ショーが終わった後は無料のツアーに参加することができます。素敵なガイドさんが約1時間ほど街の案内をしてくれます。このツアーに参加しなければ通らなかった素敵な道を歩いたり、街の歴史について知ることができて楽しかったです。ついにセビリア旅行最後の晩餐となりました。スペインはどのお店に入ってもご飯が美味しく、それだけでも旅が楽しい思い出となりました。華やかな街並みや美味しいグルメ、そして大人が子供に負けないぐらい人生を楽しんでいる情熱の国スペイン。来る前はどんな国なのかさえあまり分かっていませんでしたが、最後にはスペインが大好きになっていました。楽しい旅となりました。ではまたお会いしましょう。